ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画は、新理論誕生ということになっていますが、まず最初は、業務連絡からになります。先々週と今週の視聴者プレゼントの商品をすでに発送しましたが、当選された方は、商品がお手元に届いたでしょうか？視聴者プレゼント企画に当選された視聴者様は、カーク信者がしっかりと、商品の発送をしていることをご存知のはずです。しかしながら、次のように勘ぐる人もおられると思います。この人、赤色のギフトパッケージを自分自身に発送して、実際は商品を視聴者に発送していないのでは？確かに、そういったことを考えたこともありました。おいおい、否定しないのかよ。そのようなわけでして、ご覧のように、赤色のギフトパッケージを実際に発送しているシーンを、お見せしようと思い立ったわけです。そもそも、カーク信者の遊戯画面のインベントリ、目録の中にある赤色のギフトパッケージは、視聴者の皆さんが、この動画チャンネルの動画を、50万回も視聴した成果として、カーク信者が、運営から毎月15日に受け取っているものです。つまり、この赤色のギフトパッケージの所有者は、視聴者様とも言えるわけで、カーク信者は、公平に抽選をして、当選者を選んでいるだけに過ぎません。俺って、かっこいいなぁ。そのようなわけでして、今後もカーク信者が責任を持って、視聴者プレゼントの企画及び、商品の発送を行いたいと思います。さて、話は本題に入ります。多くの視聴者様はご存知だと思いますが、ヒーローウォーズは、敵チームよりもスキルの発動が早ければ、それだけ、試合で勝利する可能性が高くなるゲームです。じゃあ、どのようにすれば敵チームよりも味方チームのスキル発動が早くなるかというと、単純明快に、敵よりも防御力が弱ければ、それだけ、スキルゲージが満タンになる速度が速くなるのです。視聴者様の中で、カークをメインチームに組み込まれている人も大勢おられると思いますが、全く同じカークチーム同士で戦った場合、総合パワーが下回っているチームが、勝利してしまった経験があると思います。特に、全く同一のチーム編成の場合、DPS のパワーが少しだけ低い方が勝利しやすいのです。このことは、多くのプレイヤーが気づいていることで、あえて、アーマーをマックスまでレベルアップしていない人が存在するほどです。では、誰しもがこのようなテクニックを使って、自分独自で微調整をしたヒーローを所持できるかというと、決してそうではないのです。効果不効果、ヒーローウォーズでは、一旦レベルアップしてしまったアイテムや装備は、エレメントギフトを除いて、絶対に取り外したりすることができないのです。これは実話になりますが、対戦相手に応じて、最大値までレベルアップしたヒーローのエレメントギフトを、リセットするプレイヤーが存在するほどです。このように考えると、ヒーローの育成要素をすべて最大値までレベルアップしてしまうということは、戦略性の幅を狭めてしまう可能性もあるのです。ただし、このようなことを考え始めるのは、マックスアウトするまでヒーローを育て終えて、ゴールドリーグでマックスパワー同士のガチンコ勝負をした際に気づくことなので、後の祭り、という状態なのです。そのような人は、カーク信者が所持しているガラハットのように、エレメントギフトをリセットして、少しずつ、エレメントギフトをレベルアップする手段しか残されていません。しかし、視聴者様の中には、ヒーローウォーズの遊戯を開始してから日が浅い人もおられると思いますので、アーマー、魔法防御、体力の数値に影響するレベルアップをする際は、ちょっと立ち止まって考えた方が良いかもしれないのです。じゃあ、話をまとめるよ。微妙に弱い状態こそが、ひょっとしたら最強じゃね？ということに気づいた時には、自分のヒーローのステータスが、すべてマックスになっている人も大勢おられるはずです。しかしながら、スタートダッシュで失敗して、後陣を舐めている人の場合、この新理論を突き詰めていくと、最強プレイヤーの称号を手にする可能性が残っていると言えるのです。カーク信者の場合、
メインチームのグリフの育成は完全に終わってしまいましたが、装備品などのレベルアップはまだ終えていないので、今後は、アーマーと魔法防御、体力の数値に影響しない要素のレベルアップだけを、進めてみようかなと考えています。まあ、この話は、正確に検証されているわけではないと思うので、実際にどの程度の効果があるのか、正確にわかりません。しかしながら、こういった戦略もヒーローウォーズにはあるんだよということを、頭の片隅に留めていただけたらと思います。今後のこの動画チャンネルでは、この新理論の検証に、できる限りチャレンジしてみたいと思いますので、今後に期待してください。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、新理論について、何やら面白そうだな、と思った人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。